こんにちは、くぬぎ家です。農繁期が始まりました。まずは畑周りの草刈り。昨年の10月に種まきしたライ麦がすっかり大きくなりました。イネ科の雑草対策の効果はどうでしょうか。スギナは多いですが、イネ科は抑えられていそうな雰囲気です。食べるためではなく緑肥用に撒いたので、本命の作物のためにライ麦は刈って粉砕します。大きくなれば背丈以上になるライ麦。根っこも深く伸びるので、もう少し大きくなるのを待ちたかったのですが、本命の種まきのスケジュールが迫ってきたので、これ以上は待てませんでした。季節に置いていかれないように、天気のタイミングを逃さないように、天気予報とにらめっこする毎日です。それにしても気持ちのいい季節。ゼンマイも干しながら焦らずに。新品の管理機で耕していきます。昨年ご近所さんにトラクターをかけていただいたおかげで、とても耕しやすいです。いよいよ畑作業スタートのタイミングで、最大の試練が襲いかかってきました。大ハプニングが発生。悲しい。断水しました。ー、水が出ないです。昨日の朝、顔洗おうとしたら水が出ず、井戸を確認して予備水を溜めてもう一回つけたんだけど、一向に予備水がたまらず漏水しているんじゃないかと思って、給水管のパイプをむき出しにもう一度掘り直し確認したけど、漏水はしてなかった。でも水がたまらないから、ポンプの部品も全部締め直して、ポンプの不具合も確認できるところは全部確認したけど問題が見つからず、これはもう井戸の方のこの地下に問題があるんじゃないかと思って、こう給水管の一番下の部分に封筒弁っていう逆止弁がついてて、こう予備水を入れるとその弁までは水がいっぱいになるっていう仕組みなんだけど、たまらないってことはその封筒弁が壊れてて水がずっと抜け続けてるっていうことだと思うから、もうこれは掘るしかないと思って途方に暮れながら掘っているっていうのが今の現状おです。疲れ様です。でも掘ってたらポチャンポチャンっていう音がし始めて、こう掘ってる時に出る砂利が下に落ちていって水の中に落ちてってる音がしたの。だからもうこの際井戸をスコップで掘り直して井戸掘りをしようかなっていう気分になってきたっていうのが現状。ようやくカメラを回す余裕が出てきたところです気持ちの余裕。あまりにもショックでしばらくカメラを回せませんでした。土台は先日大工さんに変えてもらいました。蔵にあった栗の材をね使って変えてもらったね。2日間というあっという間の時間で土台修理が完了。プロは本当にすごいと実感しました。さて、こ
ちらが今まで使っていた井戸ポンプ。空回りして予備水もたまらず。ポンプ室から L 字に給水管が伸びていて、井戸へと続いています。前に井戸捜索した時よりもさらに深く掘ってみました。今のこの井戸の作り方が内抜き井戸って言って、水脈があるところまで単管パイプを打って、で水脈に当たったら掘り抜きの大きい井戸じゃなくて、この単管パイプ自体を井戸にしてるっていう感じ。うんうん。でこの単管パイプの中に塩ビ管を通して、でその塩ビ管から井戸ポンプ経由して水を吸い上げてる。で見てこの単管の錆び具合。錆びてるね。何年前なんだろう。単管パイプの周りをさらに掘り進めてみることにしました。砂と石を交互に上げていきます。土台の下の使い石に影響がないよう慎重に。自家水道の家を望んで選んだわけですが、早速出なくなってしまうなんて。市水道が通っていないため、井戸を復活するしかありません。この家から覚悟を試されているのかも。もともと給水管の配管はやり直すつもりだったのですが、井戸ごと計画を練り直すことになりそうです。水が出なくなって初めて水はどこから来ているのか、全く意識せずに暮らしていたことに気づきました。この井戸はどれくらいの深さで、水脈はどこから来ているのか、家の前を流れる川の水源はどこなのか。時間を見つけては水をたどって山歩きをしています。そこで知ったのは、地図にも載っていない無数の沢水があること。それらの地下水脈がおそらく私たちの井戸水にも続いていること。私たちの暮らしを支えている土地の広大さ、はっと気づかされた気がしました。一旦ポンプに続く給水管を切ります。単管パイプから刺さっている塩ビ管を抜いてみることに。一体中はどうなっているのでしょうか。行きましたか。ほらおお。おお。どんぐらいかな。ええー。短っ。おー、意外と短い。しかも何もついてないんだけど。測ったら何センチだった？これが217おお。で、今単管パイプが出てんのが77だから1メーター40センチぐらい、あとそれぐらいしか刺さってないってこなるほど。結構掘ったね。70センチ掘ったのと、か。だし浅いね、やっぱり。そうだね。さらに単管パイプの周りを水面に当たるまで掘ってみました。単管パイプの中にも水が溜まってるし、単管の外も水面から20センチぐらい水溜まってるから、今回水が出なかったのが水が枯れてるからっていうわけではないっていうのは分かった。一旦今日はいろいろ考えなきゃいけないかなって感じかな。作戦練ってその後どうするか考えましょう。家の水が出なくなっても
暮らしは待ってくれません。昔から人々が暮らしてきた集落がある場所には川が流れているわけです。私たちもこの恵みを活用させていただきます。文明の利器もうまく利用します。小屋に残されていたエンジンポンプ、奇跡的に使えました。ホースを家に向かって伸ばします。上流にはほとんど家がなく、イワナも泳いでいる川。ローリータンクに溜めて生活用水を賄います。水が溜まるまで月の散歩へ。行こう。断水騒ぎで溜まっていた洗濯物をようやく洗濯できます。懐かしくも新品同然の二槽式洗濯機、残されていたのをありがたく使うことに。微生物が早く分解できる洗濯石鹸を選ぶようにしています。2つ並べて使うと、片方を洗い専用、片方をすすぎ専用で使えるので、洗濯物が多い時や汚れ物と分けて洗いたい時、水や洗剤も無駄なく効率的に洗えるので便利です。もちろん全自動より手間は増えますが、今は洗濯ができるだけで本当に嬉しい。ここは我が家の野外キッチン。ドラム缶風呂を沸かしながら調理できるように作ったスペースです。調理用は近くの湧き水やご近所さんの井戸水を、皿洗いや手洗いには川の水をポリタンクに汲んで使っています。友人が育てたヘチマたわしを愛用しています。おかえり。天気がいいので今日は縁側でお昼の準備。お昼はさっと食べられる麺類が多いです。忙しい農繁期の始まりとともに起きた大ハプニング。解決の糸口すら見えていませんが、季節は待ってくれません。種まきは1年に1回しかできないし、ここぞというタイミングは逃せません。農繁期を終えるまでしばらくはこの断水暮らしが続きそうです。果たして無事種まきできるのか、井戸は復活するのか、続編をお楽しみに。